はい、どうもゆうです。今回はですね、451のカスタム紹介していきたいと思います。こちら結構ですね、使ってて使用感めちゃくちゃ良かったのと、あとはですね、スカバーズとかにも結構有効だったので、紹介したいと思います。キーパーですね、ゴールキーパー、ディフェンスという風になってます。で、両センターバックがディフェンダー、で、両サイドバックはサイドバックで、上げる際はもうトリガーランもしくはワンツーで上げるっていう形になります。で、この真ん中ですね、3枚がポイントになってまして、真ん中はレジスタになってます。で、両サイドがハーフウィンガーオフェンスということで、ここがポイントになるかなと思います。真ん中に関してはアンカーポジションで守備の形を、保ってもらうっていうのと、ここの両サイドに関してはハーフウィンガーで、この後紹介する両サイドの選手がですね、内に入ったところをサイドに広がるっていう形になります。この形がですね、結構前目に行ってしまうので、真ん中1枚以外は本当に前に行ってしまうので、攻撃面はすごいいいんですけど、守備面ではちょっと気をつけないとカウンターとか枚数が不利になるので、対戦相手のカスタム次第では本当にフォーメーション変更必要になってくるかなと思います。ただですね、攻撃力の厚みという部分で言うと、この両サイドをインサイドフォワードにしてますので、しかもオフェンスということで、超攻撃型になるんですけど、真ん中からこの4枚は5枚は守って、他の5枚は攻めるという形になるので、両サイドにこのインサイド、フォワードで真ん中に入りつつ、この空いたスペースに両サイド、ハーフウィンガーで入るという形になっていきます。もしくはですね、真ん中2枚、この両サイドの真ん中2枚がですね、前ガンガン上がっていくって形になるので、そういった面で言っても、攻撃にすごい参加していくって形なので、できるだけシュートで終わりたいという部分ですね。ロストすると本当に何度も言うようにカウンターでやられてしまうので、そこは注意点かなと思います。攻撃の圧はかけれるので、ここ今グッディとかになってますけど、両サイド、できるだけドリブル持ってる選手の方がいいかなと思います。ここのグラベンとかです。本当にちょっと重たさがあるので、ロストする可能性高いのはやっぱペドリであったりとか、デヨングであったりとか、プテジャスであったりとか、パットリとかでもいいかなとは思うんですけど、ドリブルのしやすい選手をできるだけ置いた方がいいかなと思います。例えば、ここにベルシルを置いたりとかですね、あとはムシアラとかですかね。とか置くのは結構おすすめかなと思います。で、ここの両サイドハーフに関してはインサイドフォワードで、ガンガン中に入っていくので、サイドからの縦突破できる選手であったりとか、パスが上手い選手、ドリブルが上手い選手を置いて、縦仕掛けていくっていうのがおすすめかなと思います。真ん中に関してはやっぱりエースストライカー的な存在であったりとか、例えばここにホロス9タイプを置いて、わざとホロス9にして、真ん中2枚とこの両サイド活かすっていうのもありかなと思うので、ホロス9も結構ありかなと思います。アドバンスフォワードであったりとか、テントリアをメインでやってはいるんですけど、ちょっとこの辺まだ試せてないので、ホロス9も一つありかなと思います。で、戦術に関しては、カウンターで、枚数かけたいんですけど、本当に上がりすぎた場合に、手詰まりになってしまうので、ショートパスであったりとか、バランスも一つありかなっていうところと、守備的アプローチもちょっと、ラインバランスがですね、ギャップができる可能性は高いので、そういった面でわざとハイラインにして、ロスとしても前からプレスいけるようにするっていうのも一つありかなと思います。これは相手とのバランス関係になるかなと思うので、実際使っていってみてどうなるかなっていう部分になるかなと思います。はい。で、ポイントとしてはやっぱり、このサイドバックとかも重要かなと思ってはいるんですが、やっぱりこの左サイドバックできたらテオであったりとか、右サイドバックもアーノルドであったりとか、ジョレンテとか、あとはですね、組んでっていう手もあるんですけど、組んでだとやっぱりちょっとビルドアップの時の弱さがあるかなと思うので、そういった面でも難しいかなとは思います。例えば541とかでこの形をするのもありなんですけど、真ん中2枚ハーフウィンガーにしてしまうと、アンカーポジションは誰もいないって形になってしまうので、できたらこの451でやっていくっていうのと、あとは43、このアンカーにポジションとかでもありかなと思うので、やっぱりフラットっていう形なので、そこの難しさっていう部分はあるかなと思うので、ぜひですね、この辺はもう戦術いろいろ試してもらって、ここ4枚はできたら変えた方がいいかなと思うんですけど、例えばここをバランスにしてしまうのは正直ありかなと思います。ちょっとオフェンスっていうところですごい前に行き過ぎると思うので、バランスにして両サイド、オフェンスにしつつっていう感じになるかなと思うので、はい。で、例えば、どちらか、プテジャスとか入れたいとか、超攻撃型の、ベルシュであったりとか、ムシアラ入れた場合は、そちらだけオフェンスにするっていうのも一つありかなと思うので、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。
FC24 の転売情報ですね。今までずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、最新の情報になるかなと思います。自分としては今のところトレード収入としては4500万という風になってます。実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、Twitch であったりとか YouTube についての方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをこんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも1回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり、これを特典にしてる関係上、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、ライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。ディスコードに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。